おはようございます。画家のギソです。今日はですね、人物を描いてみようと思います。人物を賑やかな。我が家ですみません。お兄ちゃんおはよう。ごめん、起こしちゃったね。お兄ちゃんが起きてきました。ごめん。これかっこいいね。自分で色塗ったの。ね、おはようございますってお兄ちゃん。で、今日は人物をちょっと描いてみようと思います。こちらの男性を描いてみようと思います。今日遊び行くもんな。じゃあ下行って、ママのとこ行って着替えて、はい、おはようございますわ。ちょっとこちらの人物、ほんの少しだけマスキング液を使ってみようかなと思ってですね、ほんの少しです。目とメガネ、ここだけ、ちょっと使ってみようかなと思います。じゃあ下行ってほら、着替えてね。嫌だじゃなく、パパ仕事でけ。ホルベインさんのマスキング液ですね。こちらをちょっと使っていこうかなと。ほんの少しだけ。よし。結構大事な仕事すんねんけど。いるの目のね、ここのところにね、パパね、ちょんと、ここのところに、ちょんと、ほんの少しですね。あくびしてます。そしてメガネ。お兄ちゃんおると早い。ね、お兄ちゃんがね、完璧邪魔なんですけどね。ちょっと、ごめん。聞きたいことがあるんだ。どうしたんですか？何ですか？クイズなんだけど。クイズ？ね、ほんの少しだけ、マスキング液を、どんな状況でもね、描くんすよ。お腹空いたでしょ？ちょっとね、あんま使ってなかったから固まってるかもしれませんけど、これすぐ水につけた方がいいかな。マスキング液の筆で使った時の取り方みたいなのは、皆さん勝手に調べてください。行きました。開始早々ハプニング。編集をしないというね、このスタンスでございます。もう乾きました。ほんの少しですので、室内で多分撮られた写真だと思いますが、その室内の光みたいなものも今回はせっかくやからですね、雰囲気を出してみるのと、顔のですね、構造をね、もういつも言うてるんですけどね、これなかなか皆さん難しいみたいで、頭の頭蓋骨があって、ここに骨、尾骨みたいなのあって、眼球が入っていてとかね、鼻が高いので、ここまで鼻の骨、この尾骨、ここは何ですかね、頭蓋骨のここね、で、こうあって、で、で、影とか、こうも影ですね、ここからこうも影。そういった構造、あんまりはっきりわかる写真ではないんですが、そういうのをまず捉えると。この大きな仕事みたいなのが一つポイントとなります。ね、このちょっと冷気系がかっている感じで、あたりにあって、このあたりからこうあって、こうあって、こうあって。で、こちらの方ちょっとね、大きく水でね、ジューッと。でちょっとこの辺が濃い感じなんですけど、ちょっと冷気系がかってるクリムソン冷気みたいな色で、少し造形を作っていきながら、ここはどんな説明しても難しいと思いますけどね。茶色と冷気系を混ぜたような色でグー。少し寝かせて描いてますけども、少しにじますような感じ、周りと溶け合うような感じで、少し動かしてあげたりとかして、ぐっと強くなるところですね。で、
ほっぺたなんかもここからこう下がってったり、ここは上面で少し明るくなっていて、ほんの少しこう青みがかってる感じが見えますね、ここのところにね。ほんの少しもちょっと追いかけておきましょうね。強すぎました。ちょっと下の方は黄色みがかって逆光のこちらからの反射光みたいなのが少しこう黄色みがかって見える。とりあえずは水だけでもこうね、一回浸してみて、うるさい。うるさい。考えられる。また、少しクリムソンレーキみたいなのと、うるさい。ね、こう、少し耳のとこに感じるなとかですね。下品な言葉が飛び交ってます、我が家はですね。本当に。誰が教えたんですかね。僕じゃないんですけどね。本当にもうね。で、少しこう、水気が落ち着いてきますので、ちょっと落ち着いたりするのを待ったりですね。もう完全に乾かす一歩手前ぐらいですね。そういうタイミングがそういうタイミングでやっぱかけますので、で、手のとこなんかもちょっと青をね、感じたりしますね。感じませんわーって言われたことありますけど、感じませんかね。明るいですね、こう。茶色とクリムソンでキバーンとしてんのみたいのかな。と混ぜたものとかで。鼻のこういうとこなんかも強いですね。こういうとことかもね。少し落ち着いてきてますね。こういうとことかもね。で、この辺りとかも少しこっち側に入っていくような感じで、少し濃いなとか。元気ですよね。で少しこう馴染ますような感じで、少しこう動かしたりとかして周りの色とこう馴染ましたりとかしてですね、少しですね、メガネのレンズの影があるとか。ひどいですね、歌が朝から。少しこうまた入っていくみたいなですね。もうこの辺りはちょっと乾き出してますけどね。人の肌のファーストウォッシュとしてはこのぐらいでいいかなと思います。その間に、洋服とかも少し進めていきましょう。グリーンがかってるこうブルーグレーグリーンみたいな感じかな。こういうのも肩口からこう稜線と反射光みたいなのとかをちょっとこう意識したりとかして、もっと青いですね。で、こっちの方行くと、
光のやっぱ加減なんでしょうね。向こう側から何かの光が入ってきたりとかしてるので、その光によってもうちょっとこう自然な、こっちの方が自然光やと思うんです。こう予想を立てていってますけどね。こちらから自然光、こちらからは蛍光灯に近いような色というのが当たってんじゃないかなと思われます。だからこの洋服の色に近いのはこちらの方が出ているなと。ということはこう必然的にこの辺もちょっと黄色かったりするんですね。そういったこと、条件をもしね、人からこう、もろた写真とかから書くとかっていう人は、ちょっとこういうことが起きているんやぞというのを、考えながらやらないといけないんですね。だからそれ難しいんですよ。人に書いてこの写真書いてとか頼まれた場合の難しさというのはそういうところにあります。背景のが全体明るいんですけど、少し、変えてあげてもいいかもしれませんね。外側から少し暗くなっているようなところをちょっと作ってあげて、で、あと水でシャーっとこうですね。グラデーションをつけてあげるような仕事があっても面白いかもしれない。顔の部分なんかも外側からちょっとだけこう暗くこう意図的にしてあげるところを作ってあげたりすると平面的じゃなく見えてきたりとかしますので、要は輪郭線がちょっと複雑になってくるんですね。そういうこうちょっとこう外側から変えてあげたりとかする仕事があっても面白いかなと思います。よいしょ。で、グラデーションをつけるときは徐々にこう水をこう多くして。もう水を多くして。少しね、こうムラっぽくなったらなんかこう少し動かしてあげると周りと少しこう水と絵の具が馴染んだりしますので、ムラっぽさの解消にはつながりますよ。この辺はね、無理して触らん方がいいです。馴染めという感じでですね、ちょっと耳からまだ乾いてなかったので、入っていきましたが、このぐらいで一回、完全に、乾かしてあげましょう。ね。というわけで1層目が乾きましたので、2層目を少し描いていこうかなと思いますけど、また先ほどのですね、造形的な大きな作りみたいなのをもう一回こう再度確認しながら、作りを作りつつ、そこの中でもまた細分化していくような気持ち、で描いていくんですね。言ってること難しいぞって感じかもしれない。こう作ったけど、今度こう作るというような気持ち。理解できましたかね。ちょっと今度は丸筆というか、こういった筆にしました。で、また同じような冷気系と少し茶色を混ぜたような色で、例えば花全体から次は花のね、こういったところを少し違う色を感じたら少し違う色を差し込んだりとかしながらですね。彫りが深いところなんかはやっぱり光がこう入ってきて。取りました。眼球なんかもちょっとこう青みがかっているような、完全な青ではなくて、なんていうか、目全体に色が入っていますよね。そういったのも少しこう描いてみて。要は白目と呼ばれるようなところも、ほんの少しこう色を感じますので、ちょっとこう色を入れてみて、濃すぎんなと思ったらちょっと拭き取ってあげて。今度こちらにしました。先っぽがですね、もうちょっとこう細かい仕事したいなと思ったんで、こちらの方にいたしました。で、こう鼻のところの光ってるところとか少し塗り残したり、します。奥の目も同様ですね。上まぶたの影が落ちていますよとかっていうとことかをある程度描いて、ちょん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 。
片目でこう進めていくよりは、やっぱり両目同時にある程度進めていった方が、色とかですね、色のバランスみたいなものがですね、どっちかだけが違った雰囲気とかになってしまいますよね。だから、ある程度、両方同時に進めていく方が、大きな失敗とかは少なくなります。このあたりね、ちょっと濃い色があるなとか思ったら、ちょっと差し込んでみたりとかして、少し黄色みがかっているなとかですね、それが見えないのよねってよく言われますが、見ようとする努力をすれば実は見えてくるんですよ。本当ですよ。見ようとする努力をするということをしてみると、立派なノーズですね。で、ここのところにこう、眼球が入っている、骨の形が見えますね、ここにね。で、こちら側ちょっと反射光になってて、妖精みたいなんで、ちょっとこうね、青みがかってるような感じに見えたんで、少しそういったものも置いておいて、で、またこう頭もここからまた回っていく。次はほっぺたのですね。このあたりですね。このあたりから回っていくっていう感じでしょうね。薄く塗って。で、このあたりから赤から、今度こちらは、向こうから入ってきてる黄色みたいな色がですね、反射光に入ってきてますよね、この辺ね。まあおそらくこう蛍光灯とか室内の光みたいなのがこう入ってきているであろうという予想が立ちます。水が濃すぎやせんかなとかっていうことを、水があまり滲みすぎやんかなとかっていうのをちょっと見ながら、少し青と茶色を混ぜたこの色がここにちょっと映っているような色に見えてきますもんね。私自身も透明水彩で人物をもうあんまりこう描いてこなかったんで、2020年以降描き出している感じなんですけど、納得がいったの多分、まあまあいいかなと思ったの2枚ぐらいやと思いますよ。もうそれぐらいなんかまだまだ、透明水彩って難しいなと思ってやってます。今日こそはと思ってやってますけど。この辺がね、乾き出していますが、水などをうまいこと使って、拭き取ったりとかしながら、グラデーションとかをつけておいて、この辺りにもまた稜線があって、ハイライトがこの辺ですね。すみません。豊かなね、ヘアスタイルでございます。この辺かなとかね。かっこいいですね。ほんとね。日本の男性もね、素敵なんですけどね。にも増してなんかもね。で、こっちの方にこう、ビューっとこうね、やってみたりとか、ここのこう光ってる光のところを、ビューっと。顎なんかもこの辺りまで光入ってますよね。この辺のね、こう、造形的な構造みたいなのがね、皆さん難しいんでしょうね。私も難しいですよ。
2層目の土台をね、作っていってるのがわかりますかね。よいしょ。手とかもですね、ちょっと難しいですけど、こう正面向いている形があって、奥に入っていく形があって、そういうところを少しこうね、洋服の方もね、もう一度描いていきましょうか。緑と青の肩口のところはやっぱりこう緑の、まあ、こう、多分ブルーグレーみたいな服やと思うんですけども、黄色く映ってるっていう感じしますでしょ？だからこれやっぱ、そういうこう蛍光灯のような色が入ってるなっていうことが読めますよね。拭き取って明るくしてみたりとか。ね。という感じで、2層目、一応これぐらいで、一旦終了かな。2層目が乾きました。で、私のやり方なんですけども、このぐらいになってきたら一回グッと引き締めるような仕事を入れます。どういうことっていう感じかもしれませんけど、私のやり方ですよ。ちょっと濃い色作りました。で、例えば、ね、襟のこういうところとかに、ね、向こうに暗い色があるぞ、と。襟のこう、回っていくとことかね。次はちょっと勇気いりますけど、赤の濃い色、冷気系と茶色系と赤の濃い色を作って、これだと濃すぎるか。まあ、水とかで調整しながら。眼球の、間違えた。最悪や。ギリギリ取れた。ちょっと濃い色をですね、こういうところにぐーっとこう差し込んで、赤。ほんの少し、ちょっと。ね、ほんの少し、ちょっと。よいしょ。ぐっと。花とかもですね。皆さんもぜひぜひ、書いて鬼高評価に送ってきてください。サブチャンネルの方のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最近弟の工作熱がえげつないんですよ。めちゃくちゃ工作好きで。まあ私もちっちゃい頃好きやったけど、2歳から好きやったか、ちょっとね。2歳からなんかセロテープであれして、これして、まあママが付き合ったるからなんでしょうけどね。ええことやな思いますわ。パパは、画廊の人から止められてるということで、適当なこと言うてます。少しこう引き締めていったらどうですか？耳なんかもね。冷気系、ね、こういう耳のとこなんかでもいろんな色感じますもんね。ビューっとこうあって、こうあって。で、輪郭がちょっと濃くなってる、強くなってる。で、ここの耳よりも鼻を前に出すっていうことだけは、どっかの頭の脳裏に入れとくんですよ。それよりも鼻が前に出てきますようにということを、まあ、方法論ですね、使って。もうちょっとここの稜線みたいなのを少しこう濃くしとこうかなとか。かっこ
こいい。楽しい。外国住みたなってくるよね。こうなってくるとね。さあ、いよいよ、ちょっと緊張の瞬間ですけど、目を描きましょう。目のこのセルリアンブルーみたいな綺麗な目してますよね、ほんとね。どんな色かな。スカイブルーみたいな色なのかな。綺麗な色してますよね。とりあえず全部こう、一回描いて、で、眼球、黒目の上の方とかちょっとこう濃くなってたりね、要は上まぶたの影が落ちてたりとかするので、本当に筆先にほんの少しこうつけて、とか、こう、白目の、黒目の周りのとこ、にじみすぎんなと今祈りながら、インジゴみたいな色ですかね。で、中心のところは、黒は使わずに、茶色と、インジゴみたいな色を混ぜて、まずまずですね。こっちの目ももちろんやりましょうね。こっちの端の方にちょっとね、白く光ってるとこあるので塗り残しつつ、よいしょ。ちょっと濃すぎたかな思ったら少しこう拭き取ってあげて、毛先のティッシュでこう拭き取ってあげて、で、ちょっとインジゴみたいな色を少し周りに差し込むように描いて、強すぎた。上まぶたの影が落ちているようなところとかね。少しこう。で、中心のところは先ほどと同じように少し濃いのを作って。よいしょ。疲れた。疲れた。緊張感がすごいね。という感じで、セカンドウォッシュという感じでしょうか。少し手とかもね、描いときましょう。で、今の段階でやっぱり、この位置がもう少しこう、光ってる位置が上かなとかですね、少しこう見えてきてはいますが、ここのところにね、キラッと光っていらっしゃいます。素敵なね、キラッと光っていらっしゃいますので、どうなんですか、スウェーデンの人は。ジョークとかも、なんか通じそうな感じしましたね。少しこう、黄色みがかっている色、または白を少し入れたような感じでググググっとこう描いといて、ちょっとこうティッシュとかで拭き取ってみて、まだこう、なんていうか、あれがありますけど、とりあえずね、こんな感じで。塗ってるか塗ってないかわからん程度にこの辺はですね、明るくなってるとことかは。よし、こんな感じで、セカンドウォッシュは終了ということで、一回乾かします。で、これですね、激落ちくん、少し今ちっちゃく切りましたけど、綺麗な水につけて、意外と取れへんか。ちょっと取れましたね。ね、髪がどうしても傷んでしまいますから、あんまやりすぎないでくださいね、これね。少しこう、押さえる、なんちゅうの、こするというより、まず僕はなんか、1回目は軽くこう、ポン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 と叩くような気分で。ピュッと、ピュッと。そうすると少しね。それでも消えん場合はもうなんかこする感じにしたりしますね。背景なんかもこういうちょっとね、ムラっぽくなって、もう少しは落ちます。ちょっと大事なとこ、目線の向かいやったりするからね、
こういうとこは少し押さえておきたいなというふうに思います。さあ、マスキング液を外しましょうか。これぐらいだったらね、指でいけるかな。おー、いいですね。おー、メガネ。おー、どないでっか。悪ないんじゃないですか。安心しますね。やっぱね、マスキング、これ外すときはいつも、非常に安心いたします。じゃあ、最後の描き込みという感じで、やっていこうかなと思います。最後の描き込みを少しやっていこうかなと思います。まあ、このメガネですね。メガネをこういかに描くかってめちゃくちゃ大事ですね。メガネをね。やっぱおしゃれなね、デザインでございますよね。スウェーデンのね、スウェーデンスタイルですか？めっちゃ大事ですよ、メガネって。ね、大変やと思うんですけど。でも、うまく描けたらメガネってものすごくこう、いい絵画の要素になります。ちょっとずれた。で、若干手前の方に来ると、少し濃いめに例えばしてあげて、前後関係みたいなね、多少こう、出るようにしてあげたりとかして、ディテールなんか僕は今回結構うまくいったかなと思っているんですが、ちょっとまだ土台の作り方、私の弱点ですね。土台の作り方まだ弱いかなと。もうちょっと積極的になれんといかんのかなと。一回思うんですけどね。ここが僕のなんかこう、人物画の水彩がうまくいっていないところの一つなんですけども。でもやっぱもうモチーフ、モデルさんがいいので、ほっといてもある程度にはなりますよね。もうちょっとね、なってきてほしいなと思うんですけどね。まだまだちょっともう一回。2層目である程度できたらいいんですけども、3層目にちょっと向かっていってますけどね。たまにこう離れて確認などしてみてください。そうするともうちょっとこう大胆に行ってもよかったかなとかって思う。どうしても透明水彩は、乾くと若干明るくなりますからね。その辺のこう微調整みたいなのとかってなかなか難しいですよね。ちょっと水を多めにして奥に回っていくようなところとかですね。で、メガネのこういうところとかは、ほんの少しこう塗り残すとかしてあげたりすると、このレンズの厚みみたいなのがね、見えたりしますもんね。白髪なんかも塗り残したり、後でやっぱ不透明の白かなんかで描いたりですね。描いてるか描いてないかわからん程度で薄く描きながらレンズの厚みを少し残せんかった。残したり。もうここで終わらしたいですね。3層目でね。細かくはできてもね、もうさすがに紙の限界が来そうな感じがしますね。水で濡れた状態だといい感じやねんけどね。まだそこのとこがなんか、私自身が慣れないんですよね。どうしてもね、油絵描きの、そのものの色というのを置いてしまうところがあるから、ちょっとね、こう、ある程度油絵っていうのは、そのままの色で、乾いてくれます。なんかちょっと今んとこしっくりきてますね。絵の具乾いたらまた違うんですけどね。
いしょ。いよいよ、最後の描き込みということで、ございます。私は若干ですね、これ実はね、白とか意外と使ったらうまいこといくことがちょっとあって、白とですね、それでこう微妙な色とかを、なんていうか、作ってですね、アンドリュー・ワイエスなんていう人の絵とか見てると、あんまりこうその辺気にしてなくて、ガッシュって結構書いてあるんですよ。で、多分そのガッシュっていうのはこういう不透明水彩のことで、やっぱりこう、いいものを作るためやったら、そんなにこう気にしないというのがよく見て取れます。皆さんもね、その辺はそれぞれでですね。すみません、我が家うるさいですね。例えば、髪の毛の白さ、髭の白さなんていうのもね、ちょっと書いてもね、別にね、良ければ僕はいいと思います。これは、チャイニーズホワイトですね。浦島太郎の話がお兄ちゃん怖くてですね。確かにあの話怖いですよね。なんか最後、どういうあれがあるのか僕もあんまりよく分かってないんですけど、こう、なんていうの？教訓があるのか。なんで家名を助けたのに、その仕打ちたるやって感じですよね。何百年後になって自分の家族にも会えんというあの話。ちょっと謎なんですよね、僕は。すみません、スウェーデンの人意味わかんないですよね。浦島太郎という昔話がございまして。ちょっとね、このグラデーションとかを、色鉛筆とか使ってみましょうか。なんか本当に微妙な仕事っていうのをね、なかなか難しかったら、僕はなんか併用をちょっとしてあげてもいいんちゃうかなと思ったりとかするんですけどね。このグラデーションが。ね、グラデーションとかをこう綺麗にかけてあげたりとかすると、自然に見えてきますので、これダーウェンとですね、少しこういうのを併用してみてもいいと思いますし、ちょん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 
もっと髪の毛あるわとか怒らないですか？大丈夫ですか？私の肉眼でわかる範囲の髪の毛を頑張って描いていますが、日本人は結構これ怒ります。少なすぎるわーって言って。ちょっともうあらかじめ、若干多めに描きますが、向こうの方はどうですか？その辺は寛大ですか？ね、そういう国民性に日本人もなってほしいなと思います。うっすらこうブルーが初めに塗ったのがね、ちょっと感じられる程度に残しつつ、眼球のね、こう、少しこう球体感みたいなのも少し出しながら、こういうとこ結構僕は強い色を置いたつもりだったんですけどね、やっぱ乾いてくるとこのぐらいなんやなというので、もう一回言っておきます。モデルな、やっぱね、
男性描くときはやっぱりもうね、本当に結構こう、いろいろ描いていけるので、非常にそこがやっぱ僕は、醍醐味かなというふうにも思いますしね。今回こう、室内光の雰囲気みたいなのを、なんとかこう出せないかなと思って、チャレンジしたということでございました。非常に楽しかったです。最高でした。漢字のサインでね、ジャパニーズなんでね、僕は漢字のサインでいきますが、いやー、サンキューベリーマッチご視聴ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ビビビビビ。マスキングテープね、何度もか紹介してますけどね、このハンディクラウンって書いてますけど、これの僕は18ミリを買ってます。皆さんはね、18ミリ以外買ってください。なくなってしまったら、ネットでなくなってしまったらおっちゃん困るので、もうちょっと太いのか、もうちょっと。僕はエースナンバーの18ということで、18ミリはいつも使ってます。ということで、いかがだったでしょうか？私の中では久しぶりに、90点台に近いぐらいの作品ができたんじゃないかなと思います。3層塗ったんですけど、肌の色なかなかうまくいったかなという、この蛍光灯の中の感じ、室内の光なんですけど、赤くなりすぎないで、微妙なバランスを取りながらブルーをこう感じさせたりとかできて、作品できたんちゃうかなと思います。皆さんもぜひですね、コミュニティ欄の写真を使って真似てみてください。おっちゃんに買ってみろ。では。